皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、自民党内部における尖閣諸島を守る戦いについて少し取り上げようと思います。現在自民党は政権与党です。しかし、政権与党であったとしても、その内部には様々な国家の影響を受けている人たちがいます。例えば中国寄りの議員ですよとして代表的な人物として言えば、二階幹事長などの名前が挙がるわけですが、中国だけではなく、韓国や北朝鮮、ロシア、そしてアメリカなど、各国様々な影響力が自民党の議員に及び、自民党の中においても、日本のためにではなく、そうした周辺各国の影響のために政治力を行使しようとする人たちというのがいます。そのような状況ですから、純粋に日本のために全ての政策が行われているわけではありません。ですから、A という政策について言えば、この問題についてはなんでこんなことが行われているんだろうと疑問に持つような政策というものも推進されることがあります。それはまさに自民党の中において各国の影響、特に今であれば中国寄りの議員たちの政治力というものが非常に強く働いた結果としてみんなが疑問に思うような政策というものが推進されることがあるのです。しかし、だからといって全員が全員、いわば 100% 全ての自民党議員が他の国のために働いているかといえばそういうわけでもありません。今まさに日中の間における尖閣諸島問題というものは中国側の軍事的な圧力というものが高まっているわけですが、それでは一般的な報道としてはほとんど取り上げられることのない尖閣諸島をめぐるニュースをどうぞ。日本の尖閣領有政党、中国に立ち向かい、アメリカシンクタンク国際会議。尖閣諸島周辺で中国の公船などが活動を活発化している問題で、マイケル・デュカキス元アメリカマサチューセッツ州知事が主催するシンクタンクボストングローバルフォーラムは22日までにオンラインで国際会議を開き、尖閣諸島に対する日本の領有権の正当性を支持した。会議には日米印の有識者約30人が参加した。後藤前領土問題担当相はビデオ演説で、どこの国も尖閣諸島を支配していないことを確認し、明治28年の閣議決定で領土に組み入れたと述べ、日本の領有権は国際法上も歴史上も明らかだと主張。中国や台湾が領有権を主張し始めたのは昭和44年の周辺調査報告書で海底油田の可能性が判明して以降だとした。インド政策研究センターのブラーマ・チェラニー教授は日本は長年受け身の状態を続けた。中国の謀略に立ち向かい形勢を逆転しなければならないと指摘。東海大学の山田義彦教授はビデオ演説で、日本の施政下にあることを示す環境保護の調査研究施設を作るべきと提言した。藤崎元駐米大使は、日米安全保障条約でアメリカが尖閣諸島の防衛義務を負うことをオバマ前大統領もトランプ大統領も確認したとした上で、民主党のバイデン候補が大統領になっても不変だと強調。また、中山防衛副大臣は菅義偉首相について、保守政治家でアメリカと緊密に連携するはずだと述べた。このニュースに対して自民党の佐藤正久議員はツイッターでこのような発言をしています。本日、自民党国防議連も加藤官房長官に尖閣諸島の有効支配の強化策提言、防衛力、警察力、行政力を申し入れた。憂いあれども備えなしは無責任。菅内閣のリーダーシップを求める内容。佐藤議員が加藤官房長官に申し入れた内容についてのニュースはこちら。尖閣諸島の有効支配の実効性強化。自民議員連盟が提言案。沖縄県の尖閣諸島の周辺海域で中国の活動が活発化していることを受けて、自民党の議員連盟は尖閣諸島を含む南西諸島で自衛隊が日米共同で訓練を行うなど、有効支配の実効性を強化すべきだとする提言案を取りまとめました。沖縄県の尖閣諸島の周辺海域で中国海警局の船が先月2日まで過去最長となる111日連続で日本の領海のすぐ外側にある接続水域での航行を続けたことなどを受けて、自民党の国防関係の議員連盟は有効支配の実効性を強化するための提言案を取りまとめました。提言案では、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明白であり、主権に関わる極めて重要な問題だ。現に有効に支配しているが、さらに実効性を高める必要があるとしています。その上で、防衛力を強化するため、尖閣諸島を含む南西諸島で、自衛隊が日米共同訓練を実施することや、南西諸島の空港や港湾を自衛隊が使用できるようにしたり、護衛艦が入れる港を整備したりすることなどを求めています。また、
海上保安庁の体制を強化する必要があるとして、巡視船に対空レーダーを搭載し、領空侵犯への対応で自衛隊との連携を進めるほか、人員や巡視船を増やせるよう予算を拡充すべきだとしています。自民党の議員が自分の国を守るための行動をしている、こういったことについては、一般的な報道として流れることはほとんどありません。今回取り上げた記事というのも、あくまでもインターネット上だからこそ取り上げられた記事ですが、しかしその記事の扱いというのもあくまでも端の方のほんの小さな記事であって、これが大々的に取り上げられるということはインターネット上であったとしてもありません。今回の佐藤議員の動きについて言っても、自民党の中においてこういったことをした方がいいという改善案を政府へと届けたというだけであって、それが実際に政府の政策として実行されるかどうかというのはまた先の話です。ですから大きなニュースになりようがないというのも確かなのです。しかしこういった問題について取り上げると、一部の人たちは違反の声を上げます。その例として言えるのが、こういった活動というのはあくまでも自民党の保守的な支持者に対するアピールであって、実際的には不満を一時的に晴らすガス抜き行為に過ぎないという批判の仕方です。しかし本当にそうでしょうか。例えば中国寄りの議員二階さんが日中関係はもっと友好関係を深めていかなければならないと発言したときに、それは報道として例えば地上波の報道などについて言っても少しばかりではありますが取り上げられることがあります。インターネット上ではもっと大きな扱いとなり、二階さんは一体何を言っているのかと批判が集中することなどもあります。そのように記事の取り扱い方というのは圧倒的に中国寄りの議員の方が大きくなるものなのです。一方で今回の話というのはほとんど誰も取り上げられないような状況です。そのような注目度が非常に少ない状態の中で行動している人たちに対して、これが保守的な支持者たちに対するガス抜き行為に過ぎないなどというのは全く間違っていると言えるでしょう。むしろ誰からも注目されない中で活動を継続しているということは、それこそ彼らの行動には日本を守るために何とかしなければならないという危機感があることの証拠だと私は思います。ただ同時に私は非常に大きな危機感を持っています。というのも今回のように日本を守るための行動をしている人たちというのが報道ベースでは非常に小さく取り扱われ、一方で中国との友好関係は深めなければならないという議員の声というものが非常に広く取り上げられたり、もしくは韓国との関係も改善していかなければならないという議員のインタビューなどが大きな記事になっていたりするのを見ると、この国の報道機関というのは基本的には日本を守るためというよりも他の国との関係において海外勢力と結託している部分が強くあるのではないかという、そういった疑いを持たせるには十分な状況です。そして最初にも述べたように、自民党自身もそうした意味では報道と結託している部分があって、海外勢力との友好関係を進めようとしています。そのために自民党に対する評価というのは常に中国寄りである、韓国寄りである、ロシア寄りであるといった具合にして、日本のために行動している議員たちに対する評価というのも連動する形で引き下ろされてしまいます。そうした他の国のために働いているのではないかという議員たちの影響力を排除して政権が日本のために働くのが一番良いわけですが、同時にこのような複雑回帰な状況というのは国民にとっては大きな混乱を巻き起こします。ですから自民党というものは常に A という政策に対しては非常に反日的な政策であり、このような政策をとっている自民党というのはけしからんといった具合にして、その評価なども複雑回帰な迷路へと迷い込んでしまいます。だからこそ今の政権与党支持率などを見ると、自民党に対する支持率は高いわけですが、しかしそれはあくまでも野党がひどすぎる反対として起こっている現象であって、必ずしも自民党が素晴らしいという多くの票が集まっているとは私は考えていません。なぜならば、支持政党というそのふるいをかけた場合は自民党が確かに一番になるわけですが、同時に無党派層というものが一番大きいと考えた方が良いでしょう。と、こんな状況ですから、私は新しくできた参政党という政治集団に注目して一般党員にもなっているわけですが、価値観の共有などについては成熟する時間が必要です。そういった意味においては参政党が一つ無党派層から信頼させるようなそういった党へと成長できるかというのはまだまだ未知数で時間もかかるでしょう。ですから現実的には自民党の中において全く報道されないようなところで日本のために働いている議員に対してネットだからこそできるような形で注目し、この行動というものをもっと広くみんなに知ってもらうような活動というものを私としても展開していこうと思っています。自民党の中において日本のための行動というものをしていても、それがあくまでも
保守派の支持者に対するアピールに過ぎず、ガス抜きに過ぎないといった批判については、そのような批判をするのではなく、素直に日本のために行動している議員に対して、どの党を支持しているかということを超えて、声を拡散して応援するということが重要ではないでしょうか。皆さんはこのニュースについてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。